どうも、トキです。皆さん、世界に誇る最強のトヨタのピックアップトラック、新型ハイラックスが来年にも登場すると言われていることをご存知でしょうか。この車、もうね、深掘れば深掘るほどめちゃくちゃ面白い車でして、今回はそんなハイラックスの今までとこれからがわかる動画をお届けしたいと思います。目次はこんな感じになっております。まず最初にハイラックスの伝説すぎる歴史を解説します。なんとランクルとも結構絡んできます。そして次にマジで狂ってる逸話をご紹介いたします。もうね、めちゃくちゃなんですよ。自動車史上初めて戦争の名前にもなってしまっているんですね。そして3つ目ではすでに出回っているスパイショットから新型のデザインを徹底分析していきます。海外の CG アーティストによるデザイン予想も一気見していきます。この前半3つのパートがですね、過去の動画の再編集にはなっておりますが、気になる方はぜひまたね、見ていただきましたら幸いです。そして最後4つ目、ここはですね、新たに今回収録する部分になるんですが、私現役カーデザイナーとして働いておりますので、その視点から予想スケッチをがっつり書いて三菱トライトンと比較をしてみたいと思います。元日産カーデザイナーで現在はカスタム会社のダムドでデザイナーをしております。その視点から様々な車情報をお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。この動画はメーカー公式情報ではなく、ウェブ上にある発表前リーク情報や予想考察をまとめたものになっております。エンターテインメントとしてお楽しみください。それでは早速行ってみましょう。時デザ。まずはじめにハイラックスの伝説すぎる歴史です。車好きの皆様であれば知っておいてほしい歴史になります。まずはじめに1968年初代が登場いたしました。当時トヨペットのライトスタウトという車がありまして、その後継モデルとして登場いたしました。このライトスタウトのこの左右にスプリットしたようなボンネットバルジですね。これってなんだかランクル250に継承されてるよなーっていう風に、この250が登場した時にね、ちょっと思った部分ですね。余談です。このハイラックス初代なんですが、企画はトヨタが行い、設計は日野自動車が主導しております。ちなみに名前なんですが、ハイラックスと聞くと岩田抜きかの可愛いあいつがね、思い浮かぶ方もいるかもしれません。ただね、その動物とは全く無関係で、ハイという言葉とラグジュアリーという言葉を組み合わせた造語が由来になっているそうです。さすがにね、動物から取るにしてもここまで可愛い岩田抜きからは取らんっていう話ですね。そして1972年2代目が登場いたしました。少し顔つきが乗用車的になってきたかなという印象がありますね。この2代目、特に面白い逸話やニュースが思いつかないので、サクッと次行きたいと思います。歴史が長すぎるのでね、どんどん行きます。1978年3代目が登場いたしました。ディーゼルエンジンを初搭載したんですが、これがね、ちょっと裏目に出てしまったというストーリーがあります。初代ボンネットのここにあった穴ですね、この横にビューンと一文字に開いてた穴に4つこういう風にね、衣装が入っていたんですが、それが今回このグリル全体にね、4連のような形で踏襲されております。この衣装結構個性的で、なんかラジエーターグリルっぽくてかっこいいですよね。さらに丸目4灯から丸目2灯に今回進化いたしまして、さらに3年後のマイナーチェンジで角目2灯に進化してるんですね。ハイラックスは非常に歴史が長い車なので、丸目4灯から2灯、そして角目2灯といった形で汎用のヘッドランプの形を網羅している車種となっております。角目4灯だけないかなという感じですね。そしてこの3代目からディーゼルエンジン車を初設定いたしました。今ではね、こういった車格でディーゼルエンジンじゃないとパワーがないからっていう風に言われたりしますよね。ただこのディーゼルエンジンがですね、生産コストが安いことだけが取り柄のエンジンだったんですね。合成不足なので変形がね、結構大きくて、このハイラックスの評判を大きく下げてしまった要因となりました。そして1983年4代目が登場いたしました。この世代からリアに FRP 製シェルを仮装したハイラックスサーフが誕生いたしました。実はですね、当時 SUV という言葉がアメリカから上陸してきたばかりでした。現在 SUV というとクロスオーバーなども含めた車高が高い車全般を指していますよね。ただしアメリカから入ってきたこの SUV という言葉、最初はですね、ピックアップの荷台にキャビンスペースを設けた車、そのことを SUV と呼ぶというね、定義があったようです。そういった意味ではランクルではなくて、このハイラックスサーフがトヨタ初の SUV と言えるわけですね。実際公式でもね、そういうようなね、風に書かれているようです。そして1988年5代目が登場いたしました。この車もめっちゃ面白い派生車種が登場いたしました。1989年から1996年の間、フォルクスワーゲンとの提携の一環として、このハイラックスはワーゲンのハノーファー工場で生産されておりました。
そのうち約半数がフォルクスワーゲンのタロという車としてね、OEM 販売されていたわけですね。このタロというね、車が面白くて、名前の由来なんですけども、実はですね、日本人名のよくある名前、タロから取っているそうです。何ですかね、そのセンス。不思議なセンスをしてますよね。そして1993年、このハイラックスのコンポーネントを使用したワンサイズ大きい T100 という車が発売されました。1個大きくなったんですね。この車をですね、北米に導入したわけですが、北米のビッグ3がまだまだ全盛期の時代ですから、そことの競合を警戒し、刺激しないように忖度し、フルサイズの中でも小型に作られたそうです。ちなみにこの T100 がですね、後に現在の大人気車種タンドラへと発展いたします。今はね、もうフルサイズみちみちのでっけえピックアップトラックになってますよね。さらにこのハイラックス5代目をベースにして、トヨタのパイクカーであるトヨタクラシックという車が限定販売されました。この車、日産でいうパイクカーみたいな存在ですよね。昔のトヨタ車をオマージュする車を現代の技術で実現する。で、そのベース車としてハイラックスが選ばれてるんですね。今でもこの車、本当にたまに、特にですね、愛知県にいる時に目撃することがあるんですが、超レアな車ではありますよね。そして1997年、6代目が登場しました。この車は異例の連続となっております。当時ですね、若者の間でのピックアップ改造ブームというものがありまして、その流行を反映して同ジャンル、ピックアップジャンルでは珍しいテレビ CM を放映したりとか、あとは普通はラインナップされない TRD のカスタムバージョンもこの世代から用意されたそうです。結構ね、これは特殊な事例だとは思いますね。そして2004年7代目が登場しました。この車もかなり濃い歴史があります。というのも現在の豊田会長が大きく関わっている車なんですね。この世代から IMV シリーズのピックアップトラックとして登場いたしました。この IMV プロジェクトというものはですね、日本国外の世界規模でトヨタの生産方式を実現するプロジェクトとなっておりまして、当時アジア本部長だった豊田章男氏が指揮を取った現地現物プロジェクトなんですね。もう日本から作って輸出するではなくて、アジア発展途上国で使われるプロユースの車とか耐久力が必要な車を現地で作る。しかもそのクオリティはしっかりとトヨタの生産方式を反映するというね、それが実現できるんじゃないかというところから始まったこのプロジェクト。非常に多くの車がですね、このプロジェクトのプラットフォームを、フレームですね、そちらを利用しておりまして、現在の代表車種としてはハイラックスやフォーチュナー、さらにイノーバ、そして最近発表されたハイラックスチャンプという車があります。結構ね、見た目的にはもう普通の、なんていうんですか、モノコックの乗用車にも見えるぐらいモダンな姿をしていながらも、しっかりとね、フレームを共有化し、現地で作っているので価格も抑えられているという、そういうプロジェクトなわけですね。それに伴い、歴代生産してきた日野自動車の羽村工場から順次タイへと生産を完全移管していったわけです。そして2015年8代目が登場いたしました。この8代目のビッグトピックといえば、何よりも日本市場復活という部分ですよね。そのきっかけが実はランクル70だったということをご存知でしょうか。この8代目はですね、道が人を鍛える、そして人が車を作るという考えのもと、開発チームが実際に世界中の様々な道を運転して開発されたそうです。もう実際に体験して作るっていうのがちょっと非常にね、トヨタ的な部分ありますよね。それによってですね、どこでも走れるような車、そしてどこでも快適にとかね、いろんなニーズに応えるような車にするためにサスペンションの仕様だけで3種類も用意されているようです。スタンダード、ヘビーデューティー、コンフォートということで、それだけね、気合が入っている車なんですね。そして2017年についに日本市場に帰ってきました。13年ぶりの復活、しかもタイから日本に輸入される初めてのトヨタ車がこの車となりました。ちなみに車検証上の正式車名の部分にもトリビアがありまして、正式車名の欄がトヨタハイラックスとは書いてないんですね。TMT ハイラックスと書いてあります。この TMT というのはトヨタモータータイランドということで、実はトヨタの子会社といいますか、海外支部の子会社、そちらがこの車のメーカー名になってるんですね。これはちょっとしたね、うんちくになっております。それではこのハイラックス、なぜ日本市場復活が今更果たされたのか、その背景のストーリーについて話していきたいと思います。
このストーリーはですね、綺麗に起承転結になっておりますので、その順序でお話しいたします。まず最初、木なんですけども、2004年に仙台型が国内販売終了してるんですね。でその際に北海道のディーラーから、プロユースのお客様よりハイラックスの代替車種の要望が相次いでいたんですね。もう何でも詰めてゴリゴリ使えるでかいピックアップトラック、国産、しかも割と安い。そんな車がなくなってしまったので、実際にですね、林業の方とか、農業の方とかいろんな方々がね、困ったわけですね。しかしですね、同社格の三菱のトライトンという車が日本で販売されておりまして、この車はなんと6年間で1800台しか売れなかったんですね。大爆死していたわけです。1年間で300台、つまり月10台ぐらいしか売れてなかったわけですね。なのでトヨタはこの状況を見て、やはりこのサイズのピックアップトラックには国内には市場がないんじゃねえと考えて、復活をずっと決めあぐねていたわけです。そんな時に転機が訪れます。とある車の発売がトヨタに衝撃を与えたんです。それがこのランクル70です。2014年にランクル70の再販が行われましたよね。このランクル70再販、かなり硬派な仕様になっておりまして、廃翼に5速マニュアルというラインナップのみで発売したんです。もうめちゃくちゃコアなので、もうそんなね、ほんと欲しい人しか売れないんじゃないかっていう部分で見ていたら、売れ行きはめちゃくちゃ好調だったわけですね。反響も良かったわけです。さらにですね、このワゴンタイプではなくてピックアップトラック仕様にも注文が殺到したようです。この現状を見て、これハイラックスいけるかもしれんっていう風にトヨタが考え始めたという逸話があるそうです。そしてついにハイラックスが日本市場に復活しました。年間目標は2000台。十分ですよね。月で言うと、170台、80台ぐらいですか。なので、先ほどのトライトンと比べると、10倍、20倍売っていく、そんな目標になっていたわけです。しかしですね、結果はなんと初月のみで2300台の受注、年間目標を大幅に超えてきたわけですね。他の車だったら年間目標2000台少なすぎるし、初月に2300台と言われても別にパッとしないんですが、このハイラックスという特殊な車で考えると結構驚きのニュースですよね。しかも客層もですね、かなり意外な結果になったそうです。予想されていたそのプロユースとかね、北海道の広い大地の方々とかではなくて、裕福な20から30代の男性ユーザーが多かったそうです。さらにレジャー用であってプロユースではないんですね。特になんとその中でも20代が6割を占めていて、初めて車を購入するというオーナーも多いというね、衝撃の結果が出てきました。つまり指名買いなわけです。車が欲しい、その中で何を買おうっつって選ぶ車ではなくて、ハイラックスが欲しいから車を買おうというね、そういうお客様、しかも若い方々に響いたというね、かなりトヨタも驚いた、そんな結果が出ました。次にハイラックスのえぐい逸話ですね。自動車史上最もえぐいと思います。はい、じゃあまずはね、戦争の名前になってしまった逸話ですね。このハイラックスという車はですね、どこでも使えるというのが売りになっておりまして、なんと旧型のメカポンプ式エンジンというのもラインナップしております。その結果ですね、発展途上国の硫黄が多く含まれる劣悪な燃料にも耐えられるようになっておりまして、さらには砂漠の真ん中でエンジンが壊れても簡単な工具で修理できるように設計されているそうです。それによって不名誉なトヨタ戦争というものが発生してしまったんですね。一体どういうことかと言いますと、まず前提知識として、この高すぎる耐久性、積載性からですね、このハイラックスは国連組織による過酷な環境下での支援活動にも使用されております。一方で戦争や紛争、テロ行為に使われることもめちゃくちゃ多くてですね、チャド内戦というね、内戦が起きた際に荷台に対戦車ミサイルを積んだ様子が報道写真として出回りました。この写真ですね。で、そこにトヨタというね、ロゴがめちゃくちゃ目立つように写ってしまっていたわけです。その結果、この内戦がですね、チャド内戦という、ね、正式名称ではなくて、通称トヨタ戦争という風にね、呼ばれるようになってしまったわけですね。もうトヨタからしたらめちゃくちゃ不名誉ですよね。人を助けるために作った車がまさかの戦争の代名詞になってしまったわけです。
さらに日本でも話題になったイスラム過激派組織 ISIS ですね。こちらの宣伝ビデオにハイラックスとランクルが登場したことが話題になりました。結構ね、日本のニュース番組とかでも取り上げられましたよね。この映像が出回った時にですね、アメリカのテロ対策局が米国トヨタに対してこの映っている自動車の入手経路の説明を求めたそうです。裏側でね、トヨタがお金のためにテロ組織に車流してねえかと疑ったわけですね。しかしですね、蓋を開けてみたら実際はアメリカから支援物資として送られていた車両が武装組織に襲撃略奪されていたことが判明したわけです。トヨタが悪いのではなく、普通にアメリカとしてね、支給していたものが奪われただけだったというね、オチがあったわけです。まあでもね、これだけ耐久力があって使い勝手がいいということで、もう本当に襲撃される対象になってしまうわけですよね。次に伝説のマジ基地耐久実験についてお話します。この内容異常です。2003年に BBC の自動車番組、大人気番組ですね、トップギアにてハイラックスの耐久実験が行われました。これご存知の方も多いんじゃないでしょうか。ご存知の方もね、復習として全部見ていただけましたら幸いです。このハイラックスはですね、放送時から13年前の走行距離30万キロの車体を中古で購入しております。結構古い車なんですね。その時点でね、この画像を見ていただいて分かる通り、相当使い古されている車体だったわけです。まずですね、納車後すぐに取り急ぎ木に衝突させておりました。ドカンと一発いったわけですね。この時点で意味がわかんないです。そしてさらになんと海の中に5時間沈めております。で、その後簡単な工具でちょっといじったら動いたわけですね。で、さらにですね、車体に火をつけて燃やしてみたり、上空からキャンピングカーを落として、ドカンとね、衝撃を与えてみたり、さらにはですね、もうこれから解体するよというビルの屋上にこのハイラックスを置いて、そのままビルごと爆破解体をしておりました。意味がわかんないです。この高さですからね、結構高層ビルですよね。そこからハイラックスの車体が落ちるだけではなく、瓦礫に埋もれる形で大破するわけです。で、その瓦礫からね、まずね、このショベルカーで頑張って救出するわけですね。もう写真見ていただいてわかる通り、相当やばい姿になっております。そこからパーツ交換は禁止されておりますので、基本的な工具のみで軽く整備、そこまでが許されてるんですね。それをしたところ、なんとですね、普通にエンジンがかかり、自走でスタジオに登場いたしました。普通に走ってスタジオまで来たんですね。もう伝説です。この車体はですね、もうとにかく話題になったもので、イギリスの国立自動車博物館に現在も常設展示されているそうです。さらにですね、この車体人気すぎてですね、もうボロボロになった大破した状態のミニカーが販売されております。もう意味がわかんないですね。でもその実験を耐え抜いたという伝説がね、やっぱり相当すごいものだったっていうのがここからもわかると思います。次に地球の終点に初めて到達した市販車がハイラックスだったという話をしていきます。その未踏の地、前者未踏の地ですね。そこはですね、北時極という場所になります。北時極、初めて聞く方も多いかもしれません。北極ではないんですよ。地球というのは皆さんご存知の通り磁力線がありますよね。ずっとね、北南とあるわけです。で、これの磁力線が鉛直方向になっている地点、こういう風にね、縦方向になっている、もう要するに皆さんが持っているコンパスで北を指したその終着点になる部分、そこがね、北時極というポイントになります。またもや先ほど申し上げたトップギアの企画としてハイラックスによる自走でこの北時極に到達いたしました。もう意味がわかんないですね。当然市販車でこの北時極に到達したのは史上初となります。専用のね、そういうところを走破できるような車ではなくて、普通にみんなが買えるような車で到達したのは初めてだったわけですね。ちなみにこの北時極というのはですね、毎年数キロ移動しているそうです。なので現在は北極海の海上にあるために、車で到達というのはね、達成不可能になっているようです。さらにですね、北極撮影のために車体改造をしている現地業者によると、かつてのシンプルな設計だったハイラックスはほぼ無改造で極地走行、北極とかをね、走れたそうです。それだけ昔のはシンプルで壊れない設計になっていたというわけですね。ただ皮肉なんですが、現行モデルに関しては軽量化や過剰な電子装備がね、搭載されているということで、耐久力が昔のモデルより落ちているという指摘をしておりました。これはね、日常使用する上での便利機能が加わっているのでしょうがないかなと思う部分ではありますね。そして最後に、もちろんモータースポーツでも結果を残しております。
世界一過酷なモータースポーツと呼ばれるダカールラリーに参戦しているわけですね。このレースは2週間かけて約1万キロを走破するやばいレースになっております。その時点でね、車が壊れてもね、ちょっと直しつつ走り続けるっていう感じで、相当ハードなレースですよね。レースのコースって砂漠とかをとにかく走り続けるんで、普通に年間数名死者が出た年もあるような、そんなモータースポーツになっております。さらにはかつて道中ですね、地雷があったりとか盗賊がいたりして、そういった部分でも死者が発生したりしております。で、割と最近、2019年ぐらいですかね、そのあたりでもですね、移動車に爆弾が仕込まれていたっていうことがありまして、それが爆発して数人が重傷を負う事態になっております。もうレースというか、単純に治安が悪すぎる場所でやっているモータースポーツなんですよ。いろんな意味で世界一過酷なこのレースにトヨタハイラックスは出場しているわけです。ちなみにこんな過酷なレースなので、完走した人みんながもう優勝だよねっていうようなそういうね風潮もあるそうです。それぐらいね完走したらもう勇者だとそう言われるぐらいのレースです。そのレースでこのトヨタハイラックスは参戦からほぼ毎年表彰台に上がり続けております。すごいですよね。そして参戦から8年目でついにトヨタ史上初の総合優勝を達成しました。念願の総合優勝を達成したわけですね。もうすごいですよね。これだけ過酷なレースでもやっぱり勝っている。とんでもなくすごいことなのに、先ほどまでのね戦争の名前になっちゃったりとか爆破解体でも普通に走ったり、車では到達できない場所に初めて到達しちゃったりとか、そういう伝説がエグすぎて、正直ねこのモータースポーツで優勝したというものがねもう霞んで見えてしまう、そんくらい化け物みたいな車なんですよね。そしてお次はスパイショットがたくさん撮られておりますので、新型のデザインを考察していきましょう。はい、ではまずねスパイショットを分析して線を引いていってみたいと思います。細かいところまでねよーく見ながらやっていくんで、ここ違うんじゃねとか俺はこう思うみたいなね感じで意見がありましたら、ぜひコメント欄の方に入れていただけましたら幸いです。まずですね、顔アップのスパイショット切り抜いたものがこちらになります。ちょっとですね見づらいかもしれませんが、この上に線を引いていきますね。まずはですね、今回ボンネット結構薄いボンネットしてますね。全体的にボリュームがないボンネットをしております。最近ですねトライトン三菱のピックアップトラックも発表されて発売されましたが、あっちもですねあんまりこうボリュームのないボンネットになってたんですよね。要するにボリュームのないボンネットにしてライト類を上の方に上げてあげることで、大きさ感を出すっていうトレンドがあるのかもしれないですね。でこれボンネットよく見るとここにラインはとりあえずありますね。いわゆるよくある車のラインですね。でですね、ここにもねラインっぽいものがあるというかボリュームがあるんですよね。こういう風に見えます。こういう感じですかね。例えばですけどセクションラインを引いてみると、おそらくこう来てこう来てこういうようなセクションラインに見えますね。少しですねこの2ボリュームダブルバルジのような感じのボンネットになっているように見えます。はい、そしてヘッドライトはですね、ヘッドライトというかライトユニットがここにこうズーンと入ってますね。これがヘッドライトかどうかっていうのはねちょっとすぐにこの後検証したいと思います。でここにパーティングラインが入っているので、この内側この場所はですねおそらくピアノブラックとかになるんじゃないかな。例えばその中にこの真ん中にですねトヨタとかね、そういう風に入ってもおかしくないですよね。そしてここにですねヘッドランプの上の部分にこういうデイタイムランニングランプみたいなものが見えますので、ここに一文字で光るんじゃないですかね。そしてここの部分がですねカモフラが剥がされていますので、両サイドここにロービームのメインユニットが入りそうな気がしますね。ヘッドライト薄くは見えますが、最近の流行りのねデイタイムしか入っていないほど薄くはないので、入るんじゃないですかね。だからここにこういう感じでハイビームとロービームがこう2灯でここに入ってきて、でさらにここにデイタイムがこうビューンと一文字で入ってくるという感じですかね。もしかしたら先ほど言った真ん中のトヨタって入ってる部分、そこにまでまっすぐこのデイタイムが突き抜けててもおかしくないですよね。一文字になってきてもおかしくないなという印象はあります。はい、そして少し下に行きましょうか。ここら辺ちょっとこのエラが張ったような造形になっていますね。このサイドから来たボリュームがシュ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 と書くとこういう感じになってますね。もう少しアップで見ながらやっていきましょうか。この上側のラインはここですね。ここにまっす
すぐラインが入っていそうな感じはしますね。ラインというかボリュームの角ですかね。これがビューンと反対側までつながっている感じですね。そしてここにですね、こういうような黒いなんていうんですか、サイドインテークみたいな造形、最近は穴が開いてないのでサイドインテーク風の造形が見えますね。ただここの造形がですねちょっと微妙でして、こういう形台形にも見えるし、ワンチャンここがこう三角形になっててもおかしくないなという感じはするんですね。僕の予想はこの三角形というか、こういう形、なんていうんですか、この形ってなんか名称がない形なんですけども、少しこう尖ったような矢印形というか、こういう形なんじゃないかなと思っております。というのもですね、今回この造形を見ていて思ったのが、まず上側のこの面なんですけど、ここにですねへこがあって、こうまっすぐだった面が少しずつ斜めになっていくような風になっているように見えるんですね。でそれに加えて下側、このバンパー側の形状なんですけども、結構いかついこういうねゴチーンとしたねインゴット形状といいますか、塊感のある形状がしっかりと見て取れまして、それがですねそれこそここまでがその一体形状で、ここに上面がこうファッファッファッと入るような、そういう処理に見えるんですね。下回りをかなりブルドッグ的に分厚くしている、それこそですねトヨタのアメリカントラック系ですかね、 SUV とかも含めてそういう顔の車多いので、その方向性に持ってってるように見えるんですよね。ちょっと白くしてみましょうか。今のところこういう感じですね。でこの下側もですね、最初こういう風にビューンと繋がってるのかなと思ったんですが、よく見るとここら辺面結構やわいので、滑らかな面なので、こういうような、なんていうんですか、こうカーブ的な感じで面が変わっていってる。こことここが同じような感じですかね。そういう印象に見えました。そしてこの辺りのグリルなんですけども、これはね2パターンあるかなと思っています。他のビューを見ると、ここにですねしっかりパーティングラインが入っているんですよね。なので普通によくあるグリルなのかなと。そうするとここは黒くなっていて、この六角形の形で穴が開いているグリル、そういう風に読み解くこともできるし、ここもボディ色で、新しいねラブ4の予想 CG とかも大体そういう風に書かれていますし、最近のクラウンエステートですね、あの車になっていますが、ボディ色に六角形の穴が複数開いているという表現にも見えなくはないんですよね。どちらでもあり得るので、ここはですねどっちだっていう風に判断するのは今の段階では難しいかなと思います。ハイラックスという車のね特性上、オフローダーとして捉えるなら、やはりここは黒いグリルの方がインパクトというか違和感はないんですけども、そのワイルドさっていうのはしっかり出るんですけども、ただですね、最近のトヨタラブ4も含め、そういう車でも平気でボディ色のグリルやってきますんで、その新規性というかね、目新しさの方が優先される部分はあるので、そういう意味では新しい世代のトラックのグリルデザインっていうのがここでねやってくる可能性はありますね。ボディ色の場所にパンチングで穴が開いたような表現をトラックでもやってきたら、それはちょっと面白いですよね。もうこんな感じでグリルの六角パターンバーっと書いてみました。ちょっとなんかこう集合体恐怖症で気持ち悪いですね。そしてですね、もうちょっと下回りの方なんですけども、カラーブレークのようなものが見えるんですよね。ここにですね、面は変わってないんだけども、パーティングラインが結構強めに入っているように見えてきます。そしてここにですね、レーダーセンサーですね。最近はトラックでも当たり前のようについている装備になりますが、グリル内、ロアグリル内にしっかりとね、ブラックアウトする形で入っております。この辺りは全く違和感ないですね。そしてさらにこの下なんですが、ここがですね、なんかこの形と言いますか、この横一文字の形状にですね、カラーブレークっぽいものを感じるんですよね。ここは何だろうな。一本なんかメッキのバーがこの部分についている可能性はあるかなというところですね。そしてさらにその下は、ここがまた色が分かれているようなカラーブレークパーツになってますね。で、ここにですね、フォグランプがいるんですよね。これがどういう風に入るのかがちょっと想像つかないんですが、少しね、この上下を切ったような四角に近いような形状ではありますね。それがシンプルにここにこういう風にへこみが入ってこういう風に入るのかなとは思いますね。で、下回りここにワンラインっぽいものが入ってるように見えるな。微妙ですね。で、この下側が、この部分は黒いパーツになってきそうな部分ではあります。
はい、全体的にはこんな感じですかね。ちょっと白くして、こういう見た目かなというところで線を引いてみました。ちょっとね、なんかこうボディ色の部分と黒い部分で色分けをした方が分かりやすいかなと思うんで、ちょっとそれだけやりたいと思います。はい、ざっくりこんな感じでしょうか。正直ね、この六角形の場所はね、塗ってたらちょっと時間がなくなっちゃうんで、今回はね、六角グリルの場所は全て穴はね、白いままにしております。これはちょっと厳しいですね、全部やっていくのはね。で、先ほど言ったこのサイドインテーク部分なんですけども、ここですね。ここがなぜこんないびつな形のインテーク形状になると予想したのかという話なんですけど、実はですね、現在北米の方で売られているハイラックスの GR スポーツなんですけども、これ北米じゃないかな、もしかしたらすいません。東南アジア系かもしれないです。そちらの方で売っているハイラックスの GR スポーツのこの顔がですね、日本には入ってきていないんですが、ここですよ。グリルの脇のサイドインテーク部分を見るとですね、トヨタはですね、意外とこういうごつい車でも平気でこういうところの形状をですね、こういうちょっとこういびつな形にスポーティーにしてくるってことをやるんですね。普通トラック系であんまやんないですよね、こんだけ流れるようなデザイン。最近だとトライトンとかはね、もっとごっちっとねしていて、まっすぐ縦横しかないようなデザインをあえてやってきてるのに対して、トヨタって意外とこういうことやってくるんで、そういう意味でも今回のハイラックスのこのスパイショットされているものがこのぐらいいびつだとしても何の違和感もないかなと思ってこういう風に予想しました。そっちの方がですね、いろいろと造形のね、破綻がないんですよね。本当に下回りのこの顎のいかつさっていうのをとにかく強調するようなデザインになってるなと思っております。特にですね、こういう違うビューで見るとそこら辺は顕著でして、この下回りの顎のごつさやっぱりすごいですよね。かなりボリューミーになっております。ちなみにパーティングラインとかはこういう形で入るんですね。ちょっとここの折れが不思議な感じはしますね。はい、じゃあ今回ねちょっと分析して細かいところまで見ていったので、これをベースにですね、その予想 CG のすでに上がっているものたちが、どのぐらいこの僕の予想と合致してるか、もちろんねどっちが合ってるかとかなんてまだ誰にもわからないんですが、ちょっとねこう見比べて、こういう可能性もあるのかみたいな部分も含めて見ていってみたいと思います。それでは海外の方で制作された予想 CG たちを一つずつ見ていきましょう。右上の方に僕の方のね、予想 CG ではないかな。スパイショットを上から線引いてね、スケッチしたものを右上に載せております。これはずっとね、置いておきたいと思います。で、まず1個目はですね、コレサールーさんですね。これはロシアのカーメディアですよね、コレサ。で、RU っていうのがロシアのドメイン名ですよね。そちらのものです。これはね、毎回このコレサさんはね、予想 CG っていうのをね、出されておりますので、もう安定して皆さんご存知かと思います。で、先ほど言ったパーティングラインとかね、そこら辺、この位置とかはね、全然ね、今回のスパイショットに合わせてないなっていうのがね、これを見ただけでもわかるようになっております。ボンネットもですね、これは原稿かもしかしたら原稿かもしれないですね。全然違う形状になっております。だからここら辺はスパイショットを反映させたわけではなさそうですね、この予想 CG は。ただヘッドライトをビューンとつなげているこの一文字の黒い部分になる、細くなるっていうのはそのまんまなってますし、この部分先ほど言った黒くなるかボディ色になるかわからないっていう部分は黒くして上とつなげるようなこういうね T の字にしているっていうのが一個の特徴かもしれないです。やはりここはねトヨタっていうこのエンブレムが入ることを同じように予想されてますね。ただですね、ここら辺の面表現がだいぶ僕の予想とは異なりますね。もっと順当に今っぽい感じですよね。ただ一個あるとしたら、ここはねこんな黒く大きくはなかったなと思うのと、ここにヘッドランプユニット入ってるような絵になっていますが、今回のスパイショットでこの部分は一切ね剥がれていなかったので、路上テストする上ではロービームのね点灯ができないようになっているというのはあんまり考えづらいので、ここにはメインユニットは入ってこないんじゃないかなと僕の方では予想を立てました。で、下の方もね、僕の方ではね、ここがこういう大きいねトヨタのねブルドッグフェイス、結構フォーチュナーとかそこら辺でやってるような顔つきって予想してたのに対して、もう全然関係なくシンプルにねこういう風にカラーブレイクで見せていくっていうような顔つきにしているのが特徴かもしれないですね。はい、こんな感じで、あんまりね僕的にはこの予想 CG は最終的に僕の予想からは外れてるなという印象がありますね。次がですね、ARCarsJP というね、インスタグラムアカウントなんですが、日本車を紹介しているアラビア系の予想ページになっておりました。そこがね、予想の CG を出しておりました。ヘッドライトとかはね、こういう風になってるんですが、面白いですね。ここを一文字っぽく表現するのではなくて、あくまで昔ながらのね、普通のこういう風にヘッドランプがあって、ここにグリルがあるというね、上回りの考え方がね、かなりね、僕の考え方とは違ったので、面白いなと思いました。なんて言うんですかね。こうなって
てくるかな。ただですね、他のビューで見るとやっぱりここがまっすぐボリュームがつながっていて、こうボンネットから来たボリュームが一回ガンってここで上がっているっていうのはもう 100% 確定はしていると思うので、そういった面ではこういう風にはならないんじゃないかなと思いましたね。あとはこのエラの部分ですね、目の下の部分なんですが、こういう風にね、斜め下にね、こう降りてってるような表現があったので、ここですね、こう斜め下に行ってるような印象がスパイショットではあったので、そう考えるとですね、やっぱりこういう風にね、斜め上に上がっていくようなこのエラーではなかったんじゃないかな。で、こういう角も決してなかったとは思うので、そこら辺は違うんじゃないかなと個人的には思いました。で、この三角形とかはね、ワンチャンありえますよね。僕のやつ結構いびつに予想したので、それではなくてシンプルな三角形というのは全然ありえるかなと思っております。次がですね、ギャビーノボというね、インスタアカウントさんですね。この方はガブリエル・ノボさんという、海外の自動車メディアを個人でやられている方ですかね。自動車インフルエンサーのような方だと思います。ジャーナリストみたいな感じですね。はい、その方の予想、これ面白くてですね、今回のスパイショットはね、もうあえて全然気にしてないんじゃないかなと思いました。ヘッドライトのね、この一文字のユニットとかは、スパイショットと同じなんですけど、それ以外はですね、もう好きなように予想を立てているという印象です。このボンネットにね、こう、へこみのね、この細いバルジを設けるとかね、これ斬新ですよね。カーデザインしてるんですよ。すごく面白いです。で、ここら辺の表現とかは、本当今のハイラックスの形っていうのを結構意識していますし、下回りの考え方もですね、このブルドッグフェイスを横にこう逃がしているっていうのはまだトヨタあんまりやってないので、この表現っていうのもすごく新しくて面白いです。当たってるか当たってないかじゃなくて、こういった予想 CG は、俺はこのデザインがいいとかね、そういうのを言い合って自分の好みを言い合うためにあるものなので、正解なんてね、誰にもわからないものなので、そういった面ではこんだけ全然ね、みんなの予想とは違うものをバーンと出してきているということがすごく僕としては面白い一枚になっておりました。お次がですね、この方も予想 CG でよく見かける方ですよね。読み方わかんないんですけど、セオトルさんで合ってますかね。セオトルさん。はい。この方のね、予想 CG も毎回クオリティ超高いですし、結構ね、なるほどっていうような形してますので、今回もですね、このパーティングラインの感じとか、結構ね、確かにスパイショットそのままちゃんと反映してるわと思いました。で、このヘッドライトの中にしっかりとメインユニットが入っている感じだとか、ここにトヨタがあったりとかね、この一文字に対して、この下回りもね、ここにボリュームがしっかりあって、ここに一段ちゃんと設けている。ここの表現、さっきもね、話しましたが、ここに繋がっていたラインっていうのもしっかり反映している。んで、この部分はですね、黒の方で考えているっていう感じですね。黒の方がバランスが取れたということかもしれないです。かなりですね、これが一番今回の僕の予想とも近いんじゃないかなと個人的に思いました。この面もですね、いい感じにこうグイーッと入っていっているし、このブルドッグフェイスの形状もこういう感じで面が繋がっているし、なんて言うんですかね、かなり僕の予想と近いですね。ただ1個違いがあるとすれば、1個じゃないか、何個か違いがあるとすれば、まずここの表現ですよね。僕はね、こういうボリュームだと思うんだよな。こういう風にラインをつなげて、ラインを交差させて、こういうようなリフレクションが入るような形状ではないように見えたんで、そこはわかんないですけどね、ここがね、僕はこう面がふわーっとつながっているだけっていう表現をしてんじゃないかなと個人的には思っております。で、もう1個違うなと思うのが、ここにですね、なんか入ってるんですよ。これハイビームですかね。もうフォグランプはね、下にありますからね。ここになんか透過類があるなら、そこはね、カモフラが剥がれているべきなので、剥がれてなかったから、ここはなんもないんじゃないかなとは思いました。わかんないですけどね、実際はどうなっているか。でもね、大方かなりですね、一番僕はこの予想 CG が実写に近いんじゃないかなと予想しております。そして最後はですね、ジョナサン・マチャドさんなんですけども、この方のね、予想 CG は僕はロマンを感じたというか、面白って思ったんですよね。全体的にですね、皆さんわかりますでしょうか？先ほどお見せした、この現行ハイラックスの GR スポーツのこの場所、って言いますかね、なんていうんですか、この顔のサイドの下回りっていうのをそのまんま踏襲しているような感じがいたします。で、それでいながらもですね、今回のこの下に下がっていく頬骨とかね、ここにグワーって入っていく部分、ちょっといびつっぽいサイドインテーク部分、で、このブルドッグのような顎周り、すべてですね、確かにクリアしてるんですよ。
確かにって思いましたね。これびっくりしました。なんかあり得るのかもしれないと思ってしまうぐらい、現行の要素を入れながら再現してきたってことにとても驚きました。これもロマンある予想 CG だと思いますね。ただですね、決してこれはスパイショットに合わせていろいろと調整したというか、ここら辺はねそうしてると思うんですが、他の部分はねあんまり踏襲してなくてですね、このセンターにボリュームがあるセンターバルジ形状のボンネットとかね、スパイショットではそうなってないように見えたので、これもね僕の方のこれがへこんでると予想していますが、ここがですねもし膨らみだったらそういうのあり得るんですけども、どうなんでしょう。そこら辺はねあんまりスパイショットに引っ張られずに、自分の中の一番かっこいいと思うものをハイラックスらしく書いたっていう感じがいたします。僕はスパイショットのね分析はね、正確にやるっていうのは価値があると思うんですけども、こういう予想 CG に関してはもっともっとロマンがあっていいと思っております。なぜならね、僕の書いてる予想 CG もね、新型フィットの予想 CG とかこんな感じでね、おそらく 100% ならない丸目で書いてしまったりとか、ラパンもこんなミニっぽくならないんじゃねと言われつつも、こうなったらボーイズレーサーとして楽しくねっていう僕の妄想で書いていたり、今トヨタがエスティマを出したらこんな感じのミニバンになりそうだよねっていうロマンだけで書いていたりとかね、こういう感じで僕もですね予想 CG 動画のたびに結構書いて公開していますが、当てにいってるわけではないんですよね。こうだったら楽しくないっていう、エンターテインメントとしての提供なんですよ。それが僕は大事だと思っています。どんな予想考察も当てることではなくて、その時ワクワクできるかどうかが一番なので、そういった面ではこういったね先ほどの別案もそうですが、なんか他のアイデアとは違うよねっていう解釈をしている予想 CG っていうのは僕的には、ね、とても好みですね。今後もねこういう予想 CG とかもねどんどん分析しつつ、面白くないこういうのっていうのを皆さんに紹介していけたら嬉しいなと思っております。そして最後に僕も予想スケッチを書いてみました。それがこちらですね。いかがでしょうか。この右側にあるのが予想スケッチです。先ほどのねスパイショット分析から、炙り出した線に対して色をつけてみたものになりますね。やはりですねトヨタらしいオフローダーということで、ボンネットとかねこのダブルバルジーとかねランクルとかでもやっていますが、やはりここら辺はやってくるんじゃないかなと思いますし、ヘッドライトは細くなってねこの一文字のような開口にはなりますが、光るのはこの部分だけ。そしてヘッドライトのメインユニットも普通にヘッドライトの位置に入るという風に予想しております。というのもねスパイショットの場所では下の方にね発光体のカモフラージュを剥がした部分はなかったので、こうなってくるのかなというところですね。で全体的にはですね、やはりこのトライトンの目が細くて顔が四角い、そしてボンネットが薄いっていうバランスにですねかなり近づいてきたのかなという感じはしますよね。このボンネットの薄さってめちゃくちゃ薄かったですもんね、スパイショットの。なんですが、トライトンのようにねこのヘッドランプを2段ユニットにはしていないという感じですかね。シンプルに下はこのサイドインテーク開口のような形状に抑えているという感じがしますね。でトライトンはですねやはりこの水平垂直っていうのをかなり大事にしていましたが、どっちかというとトヨタはこの細い目の中にもちょっと鋭いねこういうウェッジした形状、さらにこの下の部分もこういう下の方にこういうグッてねウェッジした感じ、さらに、これをハイラックスらしいとも言えるんですが、このアンダーガード形状はタイヤの方向に向かってハの字にしっかりと広がっていく形状をとっているように、スパイショットでは見えたんですよね。しっかりと踏ん張り感を与えているこのトライトンのある意味で浮遊感のあるインゴット形状ではなくて、しっかりタイヤに荷重を乗せた踏ん張り感のある SUV ピックアップトラックという処理がされているのがわかると思います。そういった部分では近い方向性ではあるんですが、しっかりとねそれぞれ好き嫌いが現れるようなそういう個性がねあるのかなと思われますね。で真ん中あたりはね、ここはボディ色になるかわからなかったんですが、ちょっとボディ色にしたら弱々しい印象があったので、それこそハイブリッドモデルがここはボディ色、そしてガソリンモデルは黒になる、そういう予想でね今回は黒に塗っております。時レザいかがでしたでしょうか。来年登場が噂されている新型ハイラックス、今後も情報を追っていきますので、気になる方はチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。